こんにちは、パッチワークハーモニーです。今回も見に来てくれておおきに。一時期コピー品が出回るほどの大人気のマーガレット&ソフィーの生地でキルトを作りました。私は人気とか流行りとか考えもせず、2015年の発売当初から今でも使わせてもらっています。私にとっては定番の生地です。とても可愛く出来上がったので、ぜひ参考にしてもらえるとバリ嬉しいです。ほな、始めよっか。3センチ ×3 センチの型紙を布に置いて印を書きます。約 0.7 センチの縫い代をつけるので間隔を空けて書きます。この布が何枚必要か計算してみます。1つのブロックに16枚、それを13ブロック、合計208枚。捨てられないはぎれ使ってください。隣同士の布を中表に合わせて角と角を待ち針で留めます。印から印まで縫います。もちろん手縫いでもいいですよ。縫い始めと終わりは返し縫いをします。縫い代を 0.5 センチほどで切り揃えます。縫い代がはみ出してると表から見た時透けて見えて汚れてるように見えることがあるので、私は毎回カットしています。縫い代を肩倒しにします。このコロコロはパッチワークするときはめちゃ便利ですよね。縫い代が上と下で交互になるように倒しました。角と角をきっちり合わせて待ち針を留めます。段と段を縫うときは印よりも 2,3 針はみ出して縫います。これも同じように縫います。
縫い代が重ならないように倒します。次はマーガレット&ソフィーの生地をカットします。この生地はミンネで販売させてもらってますので、ぜひご利用くださいね。約 0.7 センチの縫い代をつけてカットします。隣同士の生地を中表に合わせて待ち針で留めます。1段ずつ合わせていきます。1段ずつ縫えたらまた縫い代を切り揃えて交互になるように縫い代を肩倒しにします。布は大きくなっても小さなピースを合わせる時と同じ要領です。
じようにつなげたら表面の完成です。表面ができたらアイロンをかけたいので、霧吹きで水をかけてチャコペンを一度消します。自然に消えるチャコペンでも消える前にアイロンをかけてしまうと跡が残ってしまう可能性があります。チャコペンに関してはいつも悩むところです。水で消しても後になってから浮き出てきたりします。今使っているソーラインのローラーペンは後で浮き出てきたりしないし、とても書きやすくてお気に入りです。表からも丁寧にアイロンをかけました。布のつなげ方によって表布のサイズが変わってきます。私は測ってみると1センチ小さくなって59センチでした。この後すぐ接着キルト芯をアイロンで貼り付けるので、熱で消えるフリクションペンで59センチで印を書き直しています。表布と同じ大きさにカットした接着キルト芯を書き直した印に合わせておいて待ち針で留めます。たるんでいないか確認して表からアイロンをかけて貼り付けます。次はキルティングです。キルトラインの印付けはヘラルレッドが便利です。定規に沿わせて印をつけます。不思議なんですが、私はドキンガンで老眼ですが、針の糸は通せます。中指に指抜きをしますが、私は指先ではなく指の横に針を当てて縫っています。これが一番私にとってしっくりします。裏布がまだついていないので簡単にキルティングができます。パッチワークをしたところだけキルティングをしました。絵柄の周りは裏布をつけてから考えます。次はレースです。レースの幅が3センチくらいのものを3メートル分買ってきました。作業しやすいように端のギザギザ部分はカットしておきました。
レースを表側に何センチ出すか考えて、待ち針をどこに刺すか目安を決めておきます。中表に置いて決めた目安とキルト芯の際を待ち針で留めていきます。角はそのままだと引きつってしまうので、角の手前でひだを作ります。レースの幅の半分の長さで折り込むのですが、3センチと幅が広いので 0.7 センチを2回折ってひだを作りました。角は縫い代より1ミリ手前で切れ目を入れて方向転換をします。そしてまた2回折ってひだを作ります。一周してきたら違和感のないところで突き合わせて待ち針を留めます。突き合わせて縫ったら端を45度に折り上げておきます。レースの端が見えなくなってすっきりします。ぐるっと一周仮縫いをしておきます。次は裏布です。マーガレットたちの1週間の絵がとても可愛い布です。表布より一回り大きくカットして中表に合わせて待ち針で留めます。返し口を残してキルト芯の際を一周ぐるっと縫います。
縫えましたら端をきれいに切り揃えます。角の三角もカットしておきます。返し口からひっくり返します。返し口の縫い代を折り込んで待ち針を留めます。際から 0.2 センチをぐるっと一周縫います。表布と裏布がひっついていないとお洗濯した時に困りそうですよね。形を整えてから絵柄の真ん中に待ち針を打ちました。裏から見ても布がたるんでないか確認します。絵の周りに刺繍糸でランニングステッチを入れたいと思います。刺繍糸を2本取りにしました。玉結びを隠すために布の間から針を入れて玉結びを引き込みます。この場所だと縫い代が重なっていないところなので縫いやすいと思います。刺繍糸なので大きい目で 0.5 センチ間隔で縫いました。裏で玉留めをしたら同じところに針を入れて玉留めを引き込んで隠します。
完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で